Osmo Pocket 4が発売されて約1週間なんですが、この間いろいろと比較映像を撮影してきました。夜間の映像が主になるんですが、どのぐらい差があるのかというのをぜひ皆さんにもお見せしたいと思います。差が大きいのか小さいのか、ぜひ皆さんの目でご確認ください。で、早速ですが、カメラ A、カメラ B、これどちらが Osmo Pocket 4かお分かりでしょうか。よくご覧ください。左がですね Osmo Pocket 4、右が Osmo Pocket 3になります。いかがでしょうか。ちょっと拡大してみます。これがですね 400% に拡大したものになります。いかがでしょうか。こうしてみるとですね、並べてみましょうか。並べると Osmo Pocket 4の方が結構くっきり映ってますよね。細かい部分のディティールがちゃんと出てますよね。そして次はですね、通常ビデオモードで、これどちらもロスレスズームで2倍になっています。2倍状態。一応画質劣化のない2倍ズームになっています。これをですね、ちょっと拡大してみたいと思います。一気にぐわっと 400% にするとですね、こんな感じになります。いかがでしょうか。ここまですると、正直差はないようにも見えるんですが、こちらが Osmo Pocket 3ですね。空がですね Osmo Pocket 4の方がノイズが少ないように見えます。また別のシーンになります。これどっちがどっちなのかお分かりでしょうか。これはですね、右側が Osmo Pocket 4です。Osmo Pocket 3の方が若干光が拡散しているようにも見えます。空の黒い部分の黒さが Osmo Pocket 4の方が濃いように見えるんですが、正直そんなに差もないでしょうかね。どちらも非常に綺麗です。Osmo Pocket 4の方がちょっと光の拡散が少ない分鮮やかに見えますが、どちらか一方だけ見たら、どちらも非常に綺麗かなと思います。で、今度はちょっと歩きながら撮影をしているんですが、光のにじみなどもなく非常に綺麗です。やはりこれも Osmo Pocket 3の方が若干光が真ん中から拡散しているような感じで白っぽいんですけど、大した差ではないかなと思います。さあ、これはいかがでしょうか。何で見るかにもよると思うんですが、ほとんど同じでしょうかね。大きい画面で見れば、この灯台のこの真ん中のところが4の方が白飛びせずにまだディティールが残ってる感じでしょうかね。次はですね、低照度モードです。より暗いところに強いモードで撮影しています。どっちがどっちでしょうか。かなり暗いんですが非常に綺麗に映っています。これが 100% の状態です。低照度モード 4K30 で、これを 200% にするとこんな感じになるんですが、ここまで拡大すると結構差がありますよね。左が Osmo Pocket 4で右が3になります。どちらもちょっと塗り絵チックな感じではあるんですが、Osmo Pocket 3の方がちょっと空にノイズが出てたり、このクレーンも暗く映ってますが、4の方は空もすっきりしてクレーンのあたりも明るくは映っています。普通に 100% で映すとこんな感じになります。引き続き低照度モードなんですが、これでこのポートアイランドの方を撮影するとですね、空とかあと海面もやっぱり Osmo Pocket 4の方がザラザラとしたノイズが少なくて綺麗に映ってます。で、その分遠くのこの景色もくっきりと映っているように見えます。どちらも ISOMAX を6400に設定して歩きながら観覧車の方に近づいていっています。どうでしょうか。やはり Osmo Pocket 3の方が若干もやがかかったような感じに見えるんですけど、どうでしょうか。
でもう少し寄るとこれソテツなんでしょうかね。ソテツのこの幹のあたりのくっきり具合がね結構違いますよね。Osmo Pocket 4はかなり綺麗に映ってます。で次はカメラ内で、デジタルズームにはなるんですが4倍ズームまでできますので、どちらも4倍ズームを試してみました。これがですね2倍状態です。2倍状態を今 100% で映しています。でこれが4倍ズームにしたものを 100% で映しています。でもう少し街中を普通に歩いている映像もお見せしたいと思います。これは左が Osmo Pocket 4です。で次はですね Osmo Pocket 4に新しく搭載されたフィルムトーンというフィルターのようなものがあるんですが、それを試してみました。これはですねパステルというカラートーンになるんですが、暗くてあんまりわからないといえばわからないんですが、難しいカラーグレーディングなどをしなくてもこうやった感じでちょっと色をつけることもできるようになっています。これはウォームトーンという感じですね。確かに暖かい感じになっています。今度はムービーというカラートーンになっています。ちょっとティール&オレンジのようなルックになるんでしょうか。これもムービーです。さてまた北野から元町の方に戻ってきました。これはどっちがどっちかわかるでしょうか。右が Osmo Pocket 4です。これが Osmo Pocket 3ですね。でこちらが4になります。どうでしょうか。中華街も少し歩いてみました。金曜日の夜だったんですけども、なんか結構お店が閉まってしまい人もあまりおらず、撮影はしやすかったんですけど、いかがでしょうか。写りの差というのはあるでしょうか。こちらが Osmo Pocket 4になります。ほとんど差を感じませんが、さらに進んでいくとですね、どうでしょうか。ほとんどの店が終わっちゃってる。本当だね、金曜日早いね。ほとんどの店が終わっちゃってる。本当だね、金曜日早いね。この映像ではこの真ん中あたりの光がいっぱい集まっているところも Osmo Pocket 4の方が白飛びが若干少ないようにも見えます。寂しいことになってます。あれなんだこれは。これが撮りたかったのに。CC フィルムトーンです。これは 50% の適用量です。50% です。これ 30% の適用量です。30%。今度は何もなしです。暗所で通常ビデオと D-Log でどう違いが出るのか比較をしてみました。でまずこちらが通常ビデオモードの映像です。明るい部分と暗い部分を織り交ぜたようなところで止めてみました。映像は4倍に拡大してあります。でこちらがですね D-Log で撮影したものに DJI の純正のラットを適用したものになります。どうでしょうか。結構暗所のノイズ出てますよね。この映像だけでは一概には言えないと思うんですが、純正ラットを当てるだけで他何もカラーグレーディングとかしないのであれば、通常カラーモードで撮影した方がノイズが少ないように感じました。
さあ次はコンビニですがどうでしょうか。あんまり差がないでしょうかね。でこれはですね、遠くの方に神戸市のマークが映っているんですが、そこをちょっと拡大してみたいと思います。拡大するとですね、やっぱり3の方が若干こう白がにじんでいるような感じもしますが、どうでしょうか。そして夜の自撮りだとどうなるか。かなり暗い状況ですがいかがでしょうか。若干4の方がこう肌色が綺麗に出てるでしょうかね。3は白っぽいですね。で昼間の映像も少し織り交ぜておこうと思うんですが、昼間は夜にも増して違いが分かりづらいような気もします。左がオズポケ4、右が3になります。でこれを少し拡大してみたんですが、3の方がちょっとこうエッジが強調されているというか、4の方がより自然な映像に見えるんですがいかがでしょうか。3は通常ビデオモードだと若干こうスマホチックな映像ではあったんですが、 D-Log-M で撮るとより自然な映像が撮れるような、そんな傾向があったかと思うんですが、4は通常ビデオモードでもちょっといいカメラで撮ったようなより自然な映像になっているように感じるんですが、私だけでしょうか。最後はちょっとラーメン屋さんでラーメンがどう映るか比べてみました。いかがでしょうか。個人的にはオズモポケット4の方がラーメンも餃子も美味しそうに見えるかなというところで今日は締めたいと思います。今回見ていただいた映像で、明らかに4の方が綺麗に見えるなっていう方は4に行く価値もあるかと思うんですが、ほとんどの方はほとんど差を感じないんじゃないかと思います。3ももう本当に十分以上に綺麗に映ってますので、慌てて買い替える必要はないのかなという気もします。で今回私はこの映像はこんな感じで32インチの 4K モニターで確認しながらこういったコメントを感じたことを言ってるんですが、何で見るかでかなり変わってくると思うんですよね。で出来上がった動画を YouTube にアップロードしてリビングの大きなテレビで見たんですが、やはり32インチで見るのとはまた違った印象を受けました。でさらにこれ映像をスマホでも確認してみたんですが、スマホで見るとますます差が分かりにくかったりもするので、本当に何で見るか次第ですし、皆さんもどんなデバイスで再生したいかによってもこの3でいいのか4に行った方がいいのかっていうのも変わってくるかと思いますので、その辺参考にしていただければと思います。どんな風に見えたのか、違いがどんな風にあったのか、自由にコメントもいただければと思います。今回は通常ビデオモードでの比較が主だったんですが、また D-Log とか D-Log-M での比較もしてみたいと思います。ではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。